皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の5月の31日ということで、5月の最後の日ですね。曜日は金曜日ということで、時間が日本時間の夜9時18分ということで、約50分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、星野文明さんがですね、昨日肝臓がんでお亡くなりになったということで、追悼ですね、追悼星野文明さんということで、私が去年の12月にブログの記事を書いたんですけど、このブログ記事を再掲するということです。タイトルは、日本には警官殺しをでっち上げられ、一審判決懲役20年が東京高裁2審で無期懲役にさせられ、獄中生活44年の政治犯星野文明さん72歳がいることを国民は知らないと、こういうタイトルのブログ記事を今日再掲します。ということで、今日の放送を始めたいということで、通算で2788回ということですね。今日も昨日に続いて二元放送ができてます。Facebook からまだ通知が来てないんですけど、そのうち来るでしょうね。あなたの投稿記事は、コミュニティ規約、ヘイトスピーチ規約に違反してますと。よって、30日間利用禁止にしますと一方的に言ってくるんですね。ということで、言ってくる間は二元放送ができるということですね。音声も映像も今のところ問題なく配信されているということですね。で、今日のメインテーマはこういうことです。最新のお知らせ、ですね、昨日の放送のちょっと待ってください。放送の視聴者数ですね。昨日のメインテーマ、近未来予測続きということで、5つの指標からつけて見える日本の近未来ということで、1、国民経済が凋落すると。2、経済が低成長が続くと。3、国民が窮乏化すると。4、急激に人口が減少するというろくなことないんですね。これの視聴者数がツイキャスで376名、YouTube で171で全部で547ということですね。ちょっと YouTube が少ないんですね。これ何なんでしょうかね。そして視聴者数ですね。それから2つ目が、明日土曜日6月1日午後3時5時で第20回目の根っこ勉強会を開催し、ライブ中継しますと。そのテーマは東京電力
福島第一原発大事故から8年経った今、何が起こっているのかというテーマで、コメンテーターは当初編集工房作の代表の市民活動家三角さん正さんを予定してたんですけど、なんか当日ダブルブッキングしてたということで、場所も使えなくなっちゃったんですね。ということでコメンテーターは私と大津恵子さんと、そして天野さんは現在旅行中ということで欠席で、2人で急遽ですね、場所を確保してやると、予定通りやるということです。ということですね。で、今日の画像ですけど、星野文明さんの自画像なんですね。絵が非常にうまい方で、自画像をこう描かれてるんですね。そして、獄中結婚した星野明子さんの文明さんが描かれた肖像画ですね。そして、これが今朝ですね、東京昭島市にある東日本成人矯正医療センターという、何なんだろうね、成人矯正ですって、ここで肝臓がんで亡くなったんですけど、この近くで、今日の午前ですね、支援者に話す星野明子さんという写真です。肝臓がんの摘出手術を28日に行ったと。それで明子さんの方には手術は成功しましたということで喜んでたんですけど、2日後にもう急に亡くなっちゃったということで、一体何なんだということですね。だから何されるか、このセンターっていうのは刑務所の医療センターですから、誰も入らないんですね。だから手術が一体どういう形で行われてるかという立ち会いもないんで、全く密室の中で行われたということで、結果的に、亡くなっちゃったということなんですね。ということで、去年73歳でしたね。我々、同じ全共闘世代ですよ。沖縄返還闘争1971年ですね、11月のいわゆる渋谷暴動事件と渋谷闘争のデモのリーダーだったんですね。そして、機動隊員1人がデモ隊に殺されたということなんですけど、その首謀者として完全にでっち上げられたんですね。で、彼は当日のデモの最先頭にいたデモ指揮なんですね。ですから警官が殺された場所からは10メートル以上離れているということで、到底、警官殺しの犯人ではないんですけど、犯人を特定できないということで、警察検察にでっち上げられて、犯人にさせられちゃったんですね。で、最初から無実を主張してたということで、東京地裁の第一審判決では懲役20年だったんですけど、許せないことに、草場良八というとんでもないですねファシスト裁判官がその20年懲役20年を無期懲役に変えちゃったんですね。
でそれが最高裁で、上告が棄却されて、確定しちゃったということで、44年間ですね、刑務所につながれていったということです。ですから南アフリカの反アパルトヘイトの闘争で、獄中27年というマンデラさんをはるかにしのぐ44年間全くの冤罪なんですね。ですから一審判決の通り、懲役20年だったらもうとっくに出てきてですね、このように、がんに侵されて死ぬことはなかったんですけど、この草場良一というとんでもない裁判官、こいつですよ。まだ生きてるみたいですね、これ。でこの功績で彼は最高裁判事になって、東京高裁の判事だったんですけど、その時に保守の裁判を担当して、20年を無期懲役にしたという功績によって最高裁判事になって、それで最高裁判事からもう半年ぐらいでですね、最高裁長官まで行っちゃったと、こういうことなんですね。草場良一、こいつですよ。ですから彼はいわゆる歴代の自民党の政治家ですね、法務大臣、それから歴代の警察庁長官、警視庁公安官僚、そして、歴代の検察官ですよね、そして、裁判官と、草場良一をはじめとする裁判官と、この政治家、官僚、公安、裁判官という日本の権力の中枢を握っている連中によって、44年間も獄中に閉じ込められ、そして、がんで殺されたということでしょうね。そして今日の画像の4つ目が、今日の映像で取り上げますけど、 YouTube で非常に素晴らしい、これまたあれかな、マウスが止まっちゃってますね。前もありましたけどね。ああ、電池なんですかね。今日の映像として、YouTube 映像で、これは韓国のニュースタパ、日本語字幕配信プロジェクトチームっていうのがあって、字幕配信をしてくれてるんですね。で5月の29日公開の映像があるんです。 5.18 広州民主化闘争、日本で伝えた人々という13分52秒、この中に出てくるこの広州民主化闘争の真実を伝えた日本人の紹介が出てくるんですね。で、この人なんですね、版画家の富岡妙子さんという、現在も存命中で、インタビューも、これインタビューなんですね、98歳ですって、すごいお元気ですね、版画家なんですね。で彼女がこの広州民主化闘争の法を聞いて集中的にですね、版画制作をしたとで発表したんですね。でこの彼女の版画がこのドキュメンタリー映像自由講習という中に、取り入れられているというか中で重要な役割をしてるんですね。ともう一人、
韓国の政治学者の人。この方は日本に留学して日本で、大学の教授もしてたんですね。そして、韓国に、帰国したということで、このジ・ミョンクワンさんというこの方がすごいんですよ。雑誌世界で KT 生という匿名でですね、光州事件の真実を連載記事で、ずっと伝えてきたんですね。で、この KT 生が一体誰なのかということで、韓国の全都韓軍事政権は必死になってですね、韓国 CIA 含めて必死になって探したんですけど、分かんなかったということで、後にこの方が KT 生で雑誌世界で連載して光州事件の真相を伝えたということで、このインタビューも出てくるんですね。このお二人です。それで、今日の映像、これぜひKT じゃないか、そうか、TK か、逆になりました。失礼しました。TK 生ですね。失礼しました。この方です。それでこの方がこの日本でご自分が匿名で発表した記事をとうとうこのドキュメンタリー映像の自由講習とかですね、そういうものを逆に日本から韓国に秘密裏に持ってったんですね。でそれが韓国市民の間に広まって、圧倒的にですね、軍事政権によって圧殺されてきたこの自由講習の戦いがですね、徐々に市民の間で、知れ渡ってきたということですね。ヘチさん、買って、何度か世界の記事を、そうですか。で、世界の、社長、岡本さんという人のインタビューもこの映像の中で出てくるんですけど、彼もこの、TK さんが書いた、世界に書いた記事を読んで感激して、雑誌発行元の岩波書店に入ったというくらいなんですね。そして、幸運にも雑誌世界の編集部には回って、現在では岩波書店の社長をやってるんですけどね、その方が言ってますけど、この TK さんの匿名の方は部内ではですね、一切厳格に秘密にされてたということで、この岡本さんも実際の名前知らなかったんですね。それで生の原稿がもしも知れ渡ればですね、筆跡から分かるということで、全ての原稿は編集部が書き直したと、そこまで徹底して彼を守ったんですね。という生々しい証言がこの13分52秒で短いんですけど、この YouTube 映像で見られますので、ぜひ見てください。マンデラですね。ということで、何でしたっけ、そうか。で、今日の画像ですね。星野文明さん。から明子さんの肖像ですね。そして彼女が今日の午前中ですね、昭島市の東日本成人矯正医療センターですね。何が矯正だろう、お前らだろうと矯正しなくちゃいけないの。
近くで支援者に話をしているあきこさんという画像です。そして4番目が富岡妙子さん98歳、版画家なんですね。そして雑誌 KT じゃなくて TK ですね。ちょっと訂正しますね。TK。ということですね。皆さんからのコメント、ヘチさん、買って何度か世界の記事を読んだことがありますということですね。ですから、この連載された年代というのは1990年代だと思うんですよね。TK 生だったと思いますということですね。そうですね。ネルソン・マンデラですね。砂月金さん、コンティニューコインが2枚ですね。ミルキーさん、お茶、配信ありがとうございます。から砂月金さん、今日のメインテーマですね。あ、これは違うわ。これは昨日のやつですね。それと石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。から子猫ブルーアイ平和さん、お茶爆10とコンティニューコイン2枚と、こんばんは、配信ありがとうございますと。石森さん、お茶ですね、配信ありがとうございますと。から砂月さん、時代を超えるスローガンはこいつだってという、これはハンセンな家づくりなんですかね。ということですね。ということで、今日の映像ですね。これぜひ、ご覧ください。ニュースタパーすごいですね。日本で取材、インタビューしたんですね。富岡さんのインタビュー。371回視聴ということで、まだまだ少ないんで、ぜひ拡散してください。ニュースタパの広州民主化闘争の調査報道でも、1980年当時日本で広州で起きた真実を伝えようと身の危険も冒しながら真実を伝えていった日本人がいたと、こういう映像です。で、今日の一言ですね。これは昨日のブログから重要だと思うんで、ピックアップしてまとめたんですね。昨日のブログ、近未来予想の続き、5つの指標ですね。指標から透けて見える日本の近未来と。1、国民経済の凋落。2、低成長経済。3、国民の窮乏化。4、急激な人口減少ということで、それぞれのですね、今日の一言。で、URL。で、最初の5つなんですね。4つか。
問題、近未来、日本の近未来は4つあるということで、1、国民経済の凋落と GDP 規模の比較で見るということで、これはこれ全部入るかな、入んないかな。全然入んないよ。マイナス49。2015年 GDP で世界第3位だったんですね。米国、中国。それで、そっか。ここにちょっと書かな、書いて、書かなんですけどね。2009年までは世界第2位だったんですね。で、2010年に中国に抜かれて3位になって、15年3位。で、19年まで3位と。今年までです。どうにか3位なんですね。それで、30年、インドに抜かれて4位になると。で、2050年、第8位まで落ちるということで、1位が中国、米国、インド、ブラジル、インドネシア、メキシコ、ロシアに抜かれちゃうと。2050年ですよ。という予測なんですね。それから2つ目が低経済成長ということで、2015年が 1.22%、2018年 0.81%、で今年の予測 0.98%、で2024年の予測 0.52% ということで、それ以降ずっと 0.5% 前後いくんですね。だから問題は何でかと。なんで GDP の国民経済規模が凋落して低経済成長しか日本は実現できないのかと。その結果、国民は窮乏化するということなんですね。で2015年は20カ国と中で第7位だったんですけど、この20カ国の中にはですね、ルクセンブルクとか、あるいはスイスとかですね、あるいはオランダとかアイルランドとかアイスランドとか、もともと1人当たりのGDP の額が多い国が20カ国の中に入ってないんで、それを入れると世界で第27位ということなんですね。2015年で、2018年も世界では26位ということで、2018年ですね。これは実績なんですね。でリストがあるんですね。リストがあって、これトップの5カ国、マイナス3、うわ、トップ4か。ルクセンブルク、スイス、マカオ、ノルウェーと。でアイスランド、シンガポールまで8位なんですね。で9位アメリカ、13位オランダと。
12位スウェーデンで、13オランダ、香港が17位と。これは実績ですからね。うわ、16位サンマリーノというイタリアの世界一小さい共和国。これが日本よりも観光収入がほとんどなんですね。一人当たりの GDP が高いと。これほど一生懸命日本人が朝早くから夜遅くまで働いてても、一人一人の生活レベルはサンマリノに負けると、香港にも負けるという、じゃあ一体なぜこういうふうになるのかということですよね。21位フランス、24位ニュージーランド。だからいくら世界経済大国だ、 GDP 世界第3位だっても、僕らにとって重要な指標っていうのは一人当たりの GDP なんですよね。どれだけ個人一人一人の経済的な豊かさがあるかということなんですね。24位、25がアラブ首長国連合で、ようやく26位なんですよ、日本が。で29ブルネイ、30が韓国ということで、ということですね。だから26位なんですよ、2018年は。それで驚くべきことに、2030年は世界26位、20カ国中6位かことなんですけど、2050年になるとすごいですよ。韓国が一人当たりの GDP でサウジアラビア、米国に次いで第3位に浮上するという驚くべき予測なんですね、これ。で次にカナダ、オーストラリア、イギリスと。なんで韓国なんだということですよね。2050年20カ国中第7位と、サウジアラビア、米国、韓国、カナダ、オーストラリア、イギリスということで、ですからこの続きで、第3弾として、なぜこういうふうな結果になるのかと、なぜ GDP の国民経済の規模が拡大しないのかと、なぜ低成長でしかないのかと、なぜ1人当たりの GDP が低いのかと、そして、4つ目の指標ですね、これ急激な人口減少ということで、2050年はもう1億人すれすれということなんですね。なぜこれほど急激に人口が減少しちゃうのかということですね。ここに書いてありますよね。2030年1億1870万人と。ですから2015年から30年の15年間で760万人が減少すると。毎年平均 50.6 万人が減少と。から5050年は30年から数えると20年間で1590万人も減少すると。毎年平均79万5千人減少するということですね。これはすごい劇的な現象ですよね。何なんだということでしょう。それはもう出生率がどんどん低下するということが最大の原因と。
それからプラスいわゆる福島第一原発事故の影響で、被爆された多くの国民市民ががんを発症すると、あるいは心筋梗塞とか脳卒中とか、あるいはがんですね、白血病とか急性白血病等々で、患者が急増するという、そのことも含めて、これだけ、他の国には決して見られないほどの急激な人口減少があるということなんですね。というのが、ですからこの記事の続きは、それじゃあどうすればいいのかということですね。第3次ベビームーブが起きなかったのは最大の痛手と。ベビーブームっていうのは、いわゆる景気がいいとか、あるいは将来が明るいとか等々がなければですね、ベビーブームなんて起こんないですね。これほど経済が縮小し、1人当たりの GDP が少なくなり、低経済成長しかないという中で、誰も莫大な費用のかかる子育てに自信を持てないんでしょうね。でその前に、結婚すらもできないという人がたくさん急増しているという、そこでしょうね、最大の問題は。じゃあどうすればいいのかという点が次のメインテーマになると思いますね。ということです。それで今日の推薦図書ですね、ようやくですね、今日89回目の朗読ですけど、ようやく第3章終わって第4章、構造改革のための25のプログラムだ。これがこの石井さんが一番言いたいことだったと思うんですけどね。ここの朗読に入りますと、第4章ですね。で、第1節、官企業の全廃がもたらす経済の覚醒ということですね。ですからなぜ、近未来、日本の近未来がこれほど悲観的になるのかというこの現実を、それじゃあどうすれば解決できるのかというヒントとして、この石井さんの提案している25のプログラムっていうのは非常に役に立つと思いますよね。ということで、プログラム1ですね。既得権益と戦う国民政権を作ると。いいですね。ここのところを読みますと2ページぐらいですね。これまで3つの、章にわたって我が国を危機に陥れている官政経済体制の現状と問題点を述べてきたと。本書の末尾となるこの章では、こうした現状を変革するための具体的な処方箋を25のプログラムとして示したいと。今日の我が国に根付いている官政経済システムとは、経済に対する政治行政権力の支配であり、その意味で一種の社会主義体制であると。こうした体制においては、市場の競争原理は抹殺され、価値の創出は減災され、資本の拡大再生産機能が失われると。一定の経済水準に達した社会における社会主義は極めて危険であると。それはソ連邦の崩壊や東欧社会主義諸国の末期においてすでに実証されていると。経済は市場と不可分なのだと。今日我が国において市場経済を自立するには体制の変革が必須であると。体制変革とはすなわち革命であると。そうなんです。で、我が国の、官政経済体制には政官権力の利益と既得権が貫徹していると。さまざまな制度や意識、社会システムがそれを支えていると。こうした既得権の集大成を打破するためには、ある程度の社会的混乱は避けられない。社会的混乱は2つの要因から起こる可能性があると。1つは既得権益に依拠する勢力と
その犠牲になってきた民間企業や勤労者との対立からだと。もう一つは、補助金団体や天下り団体、そのファミリー企業において多数の失業者が出現することからだと。こうした事態に対処し、改革を成功させるためには民主的で強力なイニシアチブが不可欠であると。したがって真の構造改革の断行を可能にするには、総選挙において改革のプログラムを明確に問い、政治責任を明示した公約を掲げ、4年間の信任を得た強力で有能な国民政権の樹立が必要となると。この政権が作るプログラムは、3年間で国家の基本的モデルチェンジを断行し、変革の成果を得なければならない。そして遅くとも5年後には経済の快調な走りを実現することに責任を持たねばならないと。小泉内閣は国民の熱狂的な支持を受け、平成22年の参議院選挙で勝利したと。しかしそれは単に従来の政治に対する幻滅が時期となって人気に基づくもので、構造改革のプログラムを明示して国民に選択を求めたものではないと。小泉氏に真の構造改革を断行する決意があるならば、彼は改めて早急に、そんな意思なんかないじゃないですか。彼は改めて早急に国民が確信を持てる改革プログラムを提示し、そのための体制を確立すべきであると。この本を書いた2002年っていうのはまさに小泉内閣の時なんですね。さもなくば新たな革命政権にとって変わる必要があると。で、結局彼に代わって登場したのがもっとひどい安倍ファシストですからね。だから小泉が安倍ファシスト自公体制の露払いをして、登場させたという役割なんですね。というのが第一ですね。今日読んだところのタイトルかな。第89回第4章ですね。でもこの本は素晴らしい本ですね。だから石井光樹さんの意思を継ぐという偉そうなことを言ってた民主党の幹部たちは一体今何やってるんですかね。誰もいないじゃないですか。彼の意思を継いで命がけで戦う人が誰もいないと。みんなビビっちゃったんですね。ここですね。国民政権を作ると。そうですね。はい。それで今日のメインテーマですね。追悼星野文明さんと最高ブログ記事、日本には警官殺しをでっち上げられ、一審判決懲役20年が東京高裁2審で無期懲役にさせられ、獄中生活44年の政治犯星野文明さん72歳がいることを国民は知らないと。このブログ記事、私は2018年の12月17日付に書いて発信したと。だから前日のワイワイニュースライブのメインテーマとして取り上げたんですね。で、このブログ記事は、ブログ杉並からの情報発信ですと。この URL で、検索できるということですね。マイナス13と。それでその時に、先ほどお見せした自画像をですね、貼り付けたんですね。
まさか半年後に亡くなるとは思いませんでしたね。だから肝臓がんっていうのはこの昨年の12月段階でももう発症してたんですね。だから刑務所の中ですからほとんど医療サービス受けられないという中で、もう最後の最後の段階で痛み等々がひどくなって、刑務所側は医療センターの方に移さざるを得なかったと。そして、手術したけどもう手がつからないほど悪化してたんじゃないですか。それをアッコさんなんかには成功したという嘘を言って安心させて2日後に、殺しちゃったということでしょうね。国民の多くは南アフリカ反アパルトヘイトリーダーネルソン・マンデラ国家が国家反逆罪で27年間の獄中生活を強いられ、その後釈放され、南アフリカ共和国の初代黒人大統領に選出されたことは知ってるんですね。ノーベル平和賞をもらって。しかし同じ無実の政治犯でありネルソン・マンデラの獄中生活27年の実に 1.6 倍以上の44年間にわたって世界最悪最長の獄中生活を強いられている星野文明さんが日本にいることはほとんど知られてないと。K さんコンティニューコインですね。なぜならば世界に類のない日本独特の記者クラブ制度が支配している日本のマスコミは星野文明さんの警官殺しは全くの冤罪であることを一切報道してこなかったということですね。で星野文明さんは1971年11月10日に沖縄県で、撃たれた沖縄返還協定批准阻止のゼネラルストライキに呼応して当時の震災区中核派が組織したいわゆる沖縄返還阻止渋谷暴動でデモ隊の先頭で指揮を執っていたのであり、警官1名が死亡した現場とは10メートル以上も離れていたということなんですね。マイナス25。10メートル以上も現場から離れてたと。なんで直接殺せることができるのかと、できこないわけですね。このことはデモ現場にいた当時の公安警察はみんな知ってたんですね。しかし当時の佐藤栄作安倍晋三の叔父ですね、自民党政権と公安警察検察裁判所はこの警官殺害事件を最大限利用して、ここで切りましょう。利用して沖縄返還協定批准阻止闘争の全国的な拡大を阻止するために中核派活動家7名中1を警官殺しの犯人として、証拠なしにでっち上げ逮捕起訴し、ここで一旦切りますね。マスコミを使って大々的な、反過激化キャンペーンを煽ったと
いうことなんですね。中1、そのうち大阪正明以外の6名は72年から75年8月まで逮捕・起訴されたと。大阪正明は40年以上逃亡生活の後、2017年5月に広島で逮捕されるということですね。で逮捕された6名の活動家の中で、唯一リーダーであった星野文明さんは佐藤栄作自民党政権と公安警察検察裁判所によって警官殺しの主犯凶悪犯にでっち上げられたと。東京地裁一審判決では懲役20年の重罪と。東京高裁2審では後に最高裁長官にまで大出世する草場良八裁判長によって一審判決が破棄され無期懲役とされたと。で画像として草場のさっきの画像をアップしたんですね。こいつです。これ草場良八、とんでもないや裁判官。これで出世して大出世したんですね。最高裁長官まで行っちゃった。で彼を任命したの、最高裁長官に指名したのが誰でしたっけ。そのうち出てきますんで、誰でしたっけ。1990年かなんかですよね。90年、の首相ですよ。第一次海部内閣だ。海部ですよ。海部が指名したんですよ。だからここが問題なんですよね。内閣総理大臣が最高裁長官を指名できるという憲法第6条の第2項、これ自体がもう全く、いわゆる最高裁の独立、三権分立なんていうのは一切保障されてないんですね、日本国憲法によって。だからこういうことになっちゃうんですね。海部ですよ、海部。それでこの草場八郎の略歴ウィキですね。彼は福岡県出身なんですね。で東京大学法学部で51年に判事法を任官したと。根っからの判事なんですね。それで、最高裁、人事局任用課長と66最高裁事務総局になってるんですね。秘書課長、最高裁経理局長、最高裁事務総局、最高裁東京高裁裁判長と。高裁の長官を経て89年11月に最高裁の判事になったということなんですね。89年といったら佐藤内閣ですよ。違うか、佐藤内閣じゃないよ、海部か。
そして90年に矢口長官の後を継ぎ、第一次海部首相が最高裁長官に任命したということですね。で、95年、5年間最高裁長官をして、95年に退官したんですけど、後任は村山首相が指名した三好徹という日本会議の会長を15年もやって、現在も名誉会長にいるというとんでもないやつだ。これも完全にあれですよね。内閣が最高裁長官をこの極右ファシストたち、天皇原理主義者たちを任命したということなんですね。それで草場良八は98年に勲一等旭日同化大綬章を受章してるんですね。よく弾圧したと、学生運動をよく弾圧したと、自民党政権をよく守ってくれたというご褒美でしょうね。ということです。で、関連でマスコミの一角、販売交渉170万部を占める日本記者クラブに所属しない日刊現代がようやく12月5日付のジャーナリスト斉藤隆夫氏のコラムの中で星野文明さんの件を初めて取り上げてくれたということなんですね。日刊現代斉藤隆夫さんのコラムの中で初めてですね、星野さんのことを書いたんですね。それまでは一切誰も書かないと。で、それが44年間獄中冤罪を訴える星野さんの仮釈放は叶うのかと。これですね、日刊現代の去年の12月の5日付の記事ですね。で、それから半年後に殺されちゃったと。釈放どころじゃないですね。釈放も仮釈放も拒否されたんですね。今年の3月かな。この記事の URL です。それから渋谷暴動事件というウィキペディアの記事っていうか説明ですね。これが資料としてこれですね。というのが今日のメインテーマでした。現在時間が59分10秒ですね。視聴されている方が同時視聴が50名様、全体で133名様、コメントが70件ですね。ということです。今日のトピックスですね。星野受刑者が収容先で死亡と、渋谷暴動事件で無期確定っていう琉球新報が出してる記事なんですけど、これとですね、産経新聞の記事が全く同じ文章と。だから琉球新報が独自に書いてるんじゃなくて、これは共同通信の配信記事なんですね。配信記事をあたかも自分たちが書いてるということで、琉球新報の名前で配信してるんですね。これはもう犯罪的ですよね。読む人は
誤解するじゃないですか。全く同じですよこれ。だから琉球新報がこの記事を出すんだったら、共同通信記事の配信ですというふうに断るべきですよね、産経も。それでこの記事に添付されてる星野さんの写真、これがひどい写真ですよ。これはもう完全に公安が流した写真ですよ。こういう写真が配信されてるんですね。いわゆる警官殺しの凶悪犯人だというイメージを意図的に作るために公安が共同通信に流した星野さんの写真をそのまま使ってるんですね。だから星野さんは自画像はこれなんですよ。こっちは全然出さないですね。本当許しがたいですね、日本のマスコミ。琉球新報なんていうのは反辺野古の立場でですね、地元では人気あると思うんですけど、所詮は共同通信とか時事通信の配信記事を垂れ流しているという地方新聞の一つなんですね。ということで、これから2つ目がまたあれですね、トランプメキシコ全輸入品に追加関税 5% と不法移民流入ということで、もうトランプがもうやりたい放題ですね。不法移民が流入するのが止まるまでメキシコからの輸入品に当初 5% どんどん引き上げてくるよというあいつらしい、脅迫こういうことが許されるんですね。アメリカの民主主義なんていうのはろくでもないね。井上久志さんに見えました、砂月さん。もう凶悪犯そのものじゃないですか。おそらく彼が逮捕された時に公安警察が撮った写真をそのまま流してるんですね。それからこれは田中隆作さんの記事ですね。庶民が資金出す新しい政治、苦しい生活の中から山本太郎新党に寄付続々という田中隆作ジャーナルさんの記事です。星野さんの描く子どもたちの絵は明るく未来を感じましたって。そうですね、非常にパステル画で色も基調は非常に明るくてですね、絵の才能がすごいあったんですね。ですから獄中で彼はたくさんの絵を描いて、それを明子さんが面会するたびに渡して、で明子さんが外でですね、明子さんが詩をつけて、絵画展をずっと全国で巡回してやってたんですね。この記事の中に出てくる資金のあれですね、立ち上げ山本太郎さんが資金の額によって、どのように選挙戦を戦うかということで、ちょっとこれ書きますね。10億円以上が衆参に候補者を立てると、5億円以上でと参議院の2人区以上の選挙区に候補者を立てると。
そうですね。から3億以上は参議院の選挙区と比例区に合計10人立っていると。1億円以上で参議院で10人立っているということで、現在、この記事の段階だと1億、3000万集まったのかな。1億3900万だ。この記事が5月30日、昨日付ですからね。というのが現状ですね。いや、29日までか。1億3900万集まったと。で、次、アベノミクスが成長を妨げ、日本の競争力が過去最低の衝撃、日韓現代。これはスイスのビジネススクール国際経営開発研究所 IMD が28日、世界競争力ランキング2019年を発表したと。調査対象63カ国の中で日本は前年より総合順位を5つも下げ30位となったと。63カ国の中の30位。競争力が急速に落ちているということですよね。これ日韓現代もこういう記事を出すのは非常にいいことですよね。30位となっていると。前年より5つも下げるっていうのは普通ないですね。日本は2006年の16位から右肩下がりの傾向にあったと。ついに30位になっちゃったと。これはアベノミクスが原因だと言ってるんですね。K さん、今日、蓮池さんが令和新選組から立候補表明が、そうですね、元の拉致家族会の事務局長、元の東電の職員の蓮池さん、いいですね、新潟ですよね、あの方はね。それと次、中国、対米レアアース輸出統制の可能性を初めて公式言及ということで、ハンギョレ新聞。中国の強みっていうのは、半導体なんかに欠かすことのできないレアメタルを産出80%、世界の 80% 以上の握ってるんですね。ですから本格的に中国がですね、トランプに対する貿易戦争に対抗してレアアースの輸出制限をアメリカにしたら、アメリカの半導体産業をはじめとするレアアースを使わざるを得ないというところは大打撃なんですね。トランプは全くバカだからその辺のことを思いつかないんでしょうね。中国にとって、対トランプに対抗する大きな手段の一つは米国債ですよね。米国債を売ると、日本以上に、130兆円ぐらいの米国債を溜め込んでですね、彼らは日本と違って自由に売れるんですよ。日本は売れないんですよ。禁止されてるんですよ。で、橋本龍太郎首相が訪米した後、どっかのレセプションでですね、冗談交じりに時々米国債を売りたい誘惑に駆られますという冗談を言っただけで彼は失脚させられたんですね。最後はあれほど剣道8段か9段の異常部だった人が内臓不全、内臓不全の奇病でですね、亡くなっちゃったんですね。
それから中川昭一さんもそうですね、もう米国債買わないというふうにはっきり言った途端、ローマのG20 かな、増商会議等々で昼食の前にですね、親しい記者との昼食の際に、記者会見の前の昼食の際にワインを飲んで、そのワインの中に覚醒剤か睡眠薬を混ぜられてですね、で、記者会見の中で、朦朧とした状態で記者会見して、それが引き金になって彼は政界の座を追われたと。で最後はアル中みたいな形でですね、一人で、亡くなってたということで殺されたんじゃないかというふうに言われてますけどね。だから米国債を売るということを言った政治家の声明はその段階で、ストップしたということで、誰も言わないんですね。砂津健さん、蓮池薫さんら5人が帰った時、北に返さずと言ったのは蓮池徹さんで、それを安倍がそうなんですね、手柄のようにしたと。安倍らしいですよね。何でも自分の有利になることは手段を選ばないということですね。だから最初彼は安倍晋三は5人を返すということをつもりだったんですけど、蓮池徹さんが眼鏡にですね、拒否したんですね。それで帰る必要ないということになったんですけど、その手柄を安倍晋三は自分が言ったから5名を北朝鮮に戻すことはなかったんだというふうに自慢話にしているというとんでもない大嘘つきなんですね。ミルキーさん、比例代表の供託金600万と小選挙区の供託金300万、イギリス9万、カナダ7万、野党は供託金については何も言いませんねと。そうなんですね。だこれもこの法律があるわけですよね。これだけの供託金を高くしてるっていうのは、もう自民党が一般庶民の中から国会議員に立候補させないというために勝手にですね、選挙法を彼らは憲法違反の法案の起案権を自分たちが持っているというふうに大嘘をついて、ありとあらゆる法案を自分たちに有利な内容で、起案して国会に提出しておざなりの審査をして、最後は時間がないということで強行採決したと。全ての日本の法律はこういう形で憲法違反なんですよ、これ。ですから供託金が世界レベルで異常なほど高いということで、一般の市民国民が国会議員あるいは政治家になるために、立候補するためには大変な金を集めなくちゃいけないというふうにしたのは自民党ですよ。自民党がもともと起案権も国会への提出権も持ってないと。憲法第41条の後半ですよね。国会は国の唯一の立法機関だよと書いてあるんですよ。で立法機関、国会に立法機関があるということは、立法の作業は全て国会がやると、国会議員がやるということなんですね。だからアメリカとか他の国みたいに国会議員一人でも起案すれば委員会でその起案を審理するということが保障されてるんですけど、日本の場合はこれも選挙法を自民党が勝手に作ってですね、議員立法の場合、衆議院10人参議院20人以上の賛同がないと委員会に出せないと。でさらに、予算が伴う議員立法の場合は衆議院20人参議院40人が50人と、とてもありえないような条件をつけたんですね。それは要するに同
表向きは議員立法も保障されてますよと言うんですけど、実際はですね、野党の議員一人でも議員立法できるというのが他の国のいわゆる先進国の議会の常識なんですけど、日本の場合はそのように、障害を設けて、事実上議員立法させないということがまかり通ってるから、日本で議員立法が成立するっていうのは全部自民党なんですよ。自民党が OK すれば当然ながら自民党の賛成があると。で野党の立法がほとんど単独では通らないっていうのはこの規定なんですね。選挙法を彼らは勝手に、作っちゃったんですね。ということですね。のこのこさん、お茶爆10ですね。何でしたっけ。レアだ。レア。この対米の切り札としてレアアースの対米輸出規制とどんどん使った方がいいんですよ、これ。お茶爆10ですね。もこさん、はい、ありがとうございます。これハンギョレ新聞ですね。日本の新聞は書かないんですね、こういうこと。からこれも面白いですね。ハリウッドの看板じゃないや、これだ。中絶規制法施行されれば映画テレビのロケ撤退と米娯楽大手が警告ということで AFP。 これは何かというと、これはジョージア州というのがとんでもない、中絶の完全規制法っていうのを議会が成立させ、そして、共和党の極右の共和党知事がサインしたんですね。それで来年かな、この中絶規制法が実施されるということなんですけど、このジョージア州っていうのはカリフォルニアのハリウッドと並んで、全米でですね、撮影地の三大撮影地の一つなんですね。カリフォルニアと、それからニューヨークと、それからジョージアと。で、毎年、ものすごい8000億円ぐらいの収入があるということなんですね。でもこの中絶規制法が実施されれば、例えばワーナーとかユニバーサルとかソニーピクチャーとか等々がこぞってですね、撮影地として、適当でないと。それからネットフリックスもそうですね。それからウォルト・ディズニーもそうということで、こぞって、娯楽大手、がそのように警告しているということなんですね。さすがアメリカですよね。日本でこういうことないんじゃないですか。三枝クララさんですね。コンティニコイン2枚ですね。ありがとうございます。これだ。からブランドのグッチもなんかキャンペーン貼ってるみたいですね。反対の。で今日の重要情報、経産省、文科省、霞が関連続覚醒事件でテレビがピエール・滝元キャットチューン田口報道と違いすぎと安倍政権の忖度かというリテラですね。すごくバッシングしてましたよね、ピエール・滝の場合とか。でも文科省とか通産省の官僚がですね、同じようなことしても彼ら個人だけで、文科省とか通産省の責任を一切、追及しないと。要するになんでこういうふうになってるかというと、安倍のですね、もうとんでもない官僚を徹底的に利用し尽くすと
いうことで、ありとあらゆる難しい作業を官僚に押し付けて、ですから霞が関の官僚というのは今ですね、安倍内閣になってからもうものすごい残業と、それから無理な強制労働を強いられてると。その中で、結局覚醒剤で、逃げるしかないという人がたくさん登場しているということで、これはもう氷山の一角でしょうね。だから安倍政権打倒しないといけないということで、霞が関の国家官僚も安倍政権に、ひれ伏してんじゃなくて、抵抗しろよと。安倍自公ファシスト政権打倒の戦いを開始しろよというふうに言いたいですよね。ということで今日の放送はこれで終わりです。現在81分7秒ですね。視聴される方が同時で53名様、計164名様、コメントが94回ですね。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで今日金曜日、現在日本時間で夜の10時39分かな。ということで、今日の放送これで終わりです。明日はそういうことで、明日の午後3時5時で、第20回目の根っこ勉強会をライブ中継するということで、よろしければご覧ください。応用パソナ神風林が怪しいと。そうですね。この神風林に関してもその後情報が完全に出てこないですね、これね。パソナの、会長に関しても全然出てこないですね。タブーなんでしょうね。コメント82でしたと。はい。砂月さん、お疲れ様でした。ということで、サイダリアさんですね。お茶ですね。ありがとうございます。ということで、今日の放送終わります。ということで、明日よろしければ、根っこ勉強会。そして、このワイワイニュースライブは来週月曜日ですね。またよろしくお願いします。サイダリアさん、お茶が2杯ですね。反グローバルとトランプは得意満面、安倍5兆、そうですね。これは日刊現代の記事ですね。ということで、今日の放送終わりです。お疲れ様でした。終わります。終わります。